皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1118日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1210名、戦車19両、装甲戦闘車11両、砲37門、多連装ロケット1両、ドローン54機、その他車両102両、となっていて、戦況の変化の割に、兵士の損失が高水準で続いています。戦線全体では、最新の数字で99回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍とロシア軍の装備の損失数の比率は、昨日と同じ1対 2.1 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 2.1 倍になります。ロシア側の損失は乗用車、砲、4輪バギーが多く、反対にウクライナ側は装甲戦闘車、ハムビーなど多目的車両が多く確認できます。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシアでは停戦の期待で様々な変化があるようです。まず、ルーブル高で1ドル85ルーブルまで上昇したため、海外ツアー料金が安くなり、海外旅行がブームとなりました。ある旅行代理店では、ルーブル高により、5月の連休シーズンの売り上げは例年の2倍になったとのことです。旅行先はトルコ、UAE、エジプト、モルディブ、チュニジアの順で人気で、特にチュニジアは昨年の10倍の予約があるとのことです。一方、ロシアの軍事ブロガーは人々が寄付をしなくなったため収入減にあえいでいます。ある軍事ブロガーは最前線ではロシアの惨敗が続いているというのに、人々はすでに平和が到来したと思っていると嘆いています。また、別の軍事ブロガーは前線の部隊への寄付が急速に落ち込み、ほとんどゼロになったと嘆いています。ウクライナのジャーナリストのカザンスキー氏によれば、ロシアでは動員の恐怖とプロパガンダの押し付けがなくなれば、軍のために進んで犠牲を払うことはしないと、その背景を指摘しました。2番目。一方、ウクライナではトランプ大統領の迷走した発言やホワイトハウスでゼレンスキー大統領が攻撃を受けたことで外国人の兵役希望者が急増しています。キーウインデペンデントがウクライナ国防省の情報筋の話としてホワイトハウスでの口論の後、外国人の志願兵を受け入れるウクライナ軍のエリート部隊に数千人の応募者があったと伝えました。また、アメリカ人が多く、かなりの人がアメリカの政策転換に対し、憤りと衝撃を受けていると語りました。あるアメリカ軍を退役した応募者は、正しいことができるのに、何もせずただ座っていられないので応募したと語り、トランプ政権がロシア的で、反欧州的な態度であること、ウクライナがそれに対して屈することなく対応していることに心を動かされたといいます。また、米軍に在籍し、アフガニスタンに派遣された別の志願者は、自分の国が恥ずかしく思ったといい、コロラド出身の35歳の志願者は、ウクライナの人々は本当に勇敢で、アメリカが提供した限られた装備で、素晴らしい仕事をしている。ウクライナで戦う決心がついたと述べました。さらに、テキサスの40歳の弁護士の男性は、軍隊経験はないが、残りの人生を臆病者として生きたくないと思ったとして、妻と2人の子供を残してキーウに来たとのことです。3番目。ドイツに続き、カナダも
アメリカの最新鋭戦闘機 F-35 のキャンセルを検討し、グリペンの購入に切り替える模様です。カナダのブレア国防大臣が CBC ニュースに語ったところでは、現在 F-35 の代わりとなる戦闘機メーカーと交渉する予定だと述べました。カナダでは F-35 を88機購入する契約をすでに締結し、16機分の代金を支払っているとのことですが、遠隔操作で無力化できる懸念が現実となり、現在、キャンセルの方法を検討している模様です。最有力はグリペンですが、アメリカ製の F-44 エンジンを搭載しているため、記事では、ここがネックになる可能性があると指摘しています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雪。最高気温7度、最低気温-5度。今日の天気予報は曇りか雪となっています。この方面でルシアン軍は18回の地上戦、28回の空爆を行いました。この方面でウクライナ軍は撤退を続けていますが、ウクライナのウメロフ国防大臣はわざわざ FOX ニュースに登場し、ウクライナ軍はクルスクでより有利な防衛線に再配置されていると述べ、数千人のウクライナ軍が包囲されたという情報が事実ではないと強調しました。また、ニューヨークタイムズは、ウクライナ軍の兵士や指揮官に取材した情報として、3月10日にスジャの撤退命令を受け、撤退は組織的に行われた。装備を使うと敵の標的になる可能性があるため、撤退は徒歩で行うこととなり、装備はすべて破壊したと伝えています。また、政治的な駆け引きが行われている可能性があり、ウクライナ軍がクルスクから後退し、ルシアン軍がハルキウから後退するとの情報や、和平合意の枠組みの中で撤退が行われているとの情報もありますが、いずれも真偽は不明となっています。ウクライナ軍は撤退に伴い前進する敵に対し、ハイマースで痛烈な損害を与え、前進を遅らせているとの情報があります。1番目。国境線に近いウクライナ側のバシフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが大規模に攻撃を仕掛けましたが、壊滅的に撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第36海兵旅団の撮影したもので、地図で3月15日と記した場所とほぼ同じ場所の様子を観察したものとなっていますが、こちらで編集して、多感なお子様が見ても、当たり障りのないものだけを厳選してお送りしています。ルシアンの有名な軍事ブロガーは、この攻撃について、我々の第56空挺連隊の司令部は、4輪バギーで毎日バシフカに襲撃させている。しかし、ウクライナ軍のドローンに即座に破壊されていく。さすがに数日連続して同じ結果になれば、多少はやり方を変えるのかと思ったが、そうではなかった。我が空挺部隊は、再び同じシナリオで突撃し、同じ攻撃で壊滅させられている。本当に気の毒だと、ルシアン軍の過酷な状況について、感想を交えて説明しました。戦況図に変更はありません。2番目。スジャ付近では、ウクライナ軍がゆっくり撤退していて、最前線は、ゲオレフカとメロボイの西となっている模様で、その範囲を、ウクライナ軍の占領地を4キロほど縮小し、ルジアンが奪還したとして更新しました。奪還地の面積は65平方キロになります。3番目。一方、グエボ付近では、戦況図に影響のある情報はなく、ウクライナ軍が引き続き占領を継続しています。
ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは8回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退され、戦況図に変化はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で4回、スバトベクレミンナ戦は15回、シベルスク周辺では2回、チャシフヤール方面では1回、トレツクの方向は17回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルシアン軍の損耗とともに、攻勢の勢いは低下し、日和見的な攻撃を仕掛けています。そのうち、クピャンスクの南25キロにあるザリツォベの集落では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが再度突破を図りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の角の家を観察している様子となっています。こちらは、12日にも同じように突破を図り、その時と全く同じように撃退され、戦況図に変更はありません。スバトベクレミンナ戦。この方面では、ウクライナ軍が反撃しました。1番目。ウクライナ軍は、ナディアとその南のノボエホリフカに、同時に攻撃を仕掛け、そのうち、スバトベの西にあるナディアでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンを少なくとも集落の北側に押し戻しました。ウクライナ軍は、ナディアでは、装甲車両が南から集落に突入し、歩兵が展開して、集落の陣地を奪いました。これに対し、ルシアン軍は光ファイバードローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。ナディアでは、今月2日に、ルジアンが集落をほぼ掌握していましたが、戦況図では、集落の中央部付近まで1キロほど占領地を縮小させ、係争地に更新しました。2番目。一方、もう一つの攻撃軸となったノボエホリフカでは、位置情報付きの映像によると、地図の場所が最前線となっていることが判明しましたので、ウクライナ軍の奪還地を 1.5 キロほど縮小させ、集落の東側を係争地に更新しました。シベルスク周辺。この方面でも、ルジアンが接触線に沿って攻勢を仕掛けました。そのうち、岩のダリフカ北西の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが突破を図りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第54機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この付近は、昨年の11月にも同じ場所で突破がありましたが、戦況図では、この場所まで、係争地がわずかに拡大したとして更新しました。トレツク方面。この方面は、建物ごとに支配が異なる緊張した市街戦が続いています。戦況は刻々と変化していて、大区ごと、建物ごとに支配が入れ替わる激戦となっています。ウクライナ軍のザポロジェツ報道官は、敵が機械化攻撃を行い、ウクライナ軍が装甲車5両、オートバイ4台、その他車両1両を破壊したと報告し、市街戦について、敵は2人から10人で歩兵攻撃を行っているが、ウクライナ軍がトレツク市街地のほぼ全域で、ドローンによる射撃統制を確保していると述べ、ルジアンの前進は容易でないことを報告しました。1番目。その市街地では、位置情報付きの映像によると、ルジアンがスタジアムの北側で前進し、スタジアムを包囲しようとしています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のキジャーク国家警備旅団のもので、地図の場所の様子となっています。その他の情報も考慮し、戦況図では、この北側を500メートルほどルジアンが占領したとして更新しました。2番目。複数の情報を総合すると、スタジアムの西側にウクライナ軍が突入し、ルジアンを押し戻した情報があり、その範囲をルジアンの支配地から係争地に更新しました。3番目。
トレツク市街地南にある鉱山の駅は、1ヶ月ほど前にウクライナ軍が突入したところでしたが、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍は、この付近から撤退し、その範囲150メートルほどをルジアンが占領したとして更新しました。ここ数日お伝えしているように、ルジアンは増援部隊を投入して、トレツクの再占領を目指しており、ウクライナ軍が押したり引いたりして、ルジアンに損害を強いている状況となっています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では36回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で12回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ロシア軍の攻勢は停止状態となり、ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、連日、ウクライナのテレビに登場し、この方面の戦況について、敵は補給線が伸びきっているため、進軍は停止状態にあり、戦況は安定した。同じ、ドローンと歩兵でも、連度において、格段の違いがあると報告しました。戦況図でも、数多くのルジアンの攻撃は前進につながらず、戦況図に変更はありませんでした。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面では、ベリカノボシルカの北にあるウクライナ軍の防衛線をめぐる攻防戦となっています。そのうち、ブラツケの北東では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが防衛線に向け突破を試みました。ウクライナ軍は砲撃で応戦しましたが、ルジアンは陣地に入り、前進に成功しました。戦況図では、この場所までルジアンが前進したとして更新しました。面積は1平方キロになります。それ以外には、戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンは限られた場所に戦力を集中させて、ウクライナ軍の防衛線を突破しようとしています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは17回攻撃を行いましたが、ロシア軍の前進につながらず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、SNS のフォロワーが25万人のロシアの軍事ブロガーが、知り合いがドローンの買い付けを行うため、中国の工場に出かけたところ、工場にはウクライナ国旗が立ち並び、ウクライナに栄光あれという言葉が並んでいたため、買い付けは中止となり、ショックを受けて帰ってきたと伝えています。この話を聞き、中国は長らくロシアの同盟国と考えていた別の軍事ブロガーは中国の裏切りだ。と力なく書き込みました。最近、中国はウクライナとの関係を強化しようとしているのは、戦争の先行きを予測したということでしょうか？今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。